冷蔵庫でしっかりつけてなじませました。皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、パクパクとつまみやすくほのかな酸味と甘みが特徴のミニトマトを使ったガチでやばい絶品を紹介させていただきます。その名も無限ミニトマトのうま塩漬け。作り方も超簡単。ミニトマトと調味料をね、ポリ袋に入れてバババッと振って絡めて冷蔵庫でなじませるだけ。ほんとたったこれだけなのにガチで美味しいミニトマトのうま塩漬けができて作り置きも可能なので、あと一品っていう時なんかにもおすすめですし、お弁当のおかずにもなりますし、おつまみとしても超優秀なんでマジで一回作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちらミニトマト1パック約 200g です。ヘタを取り除いてきれいに水洗いしといてください。お塩小さじ3分の2、そして鶏ガラスープの素小さじ1杯、ごま油適量、大さじ1ぐらいかな。おろしにんにく少々。材料は以上です。はい、今回はめちゃくちゃ簡単。まずね、適当に、丈夫なポリ袋、もしくはジップロックなどを用意してください。そして、袋の中に、きれいにね、ヘタを取って水洗いしたミニトマトを入れてください。これガチでね、美味しさが弾け出して、やばいんで、作ってみてください。ということで、こんな感じで、袋にミニトマトを入れる。はい、そしたらこの中にお塩、そして鶏ガラスープの素入れる。これね、今回お塩の濃度が 3% になるように調節してるのでね、分量守ってください。そしてごま油。これもね、タラタラーっと、大さじ1杯ぐらい適当に入れてください。はい、あとおろしにんにくも適当に入れる。よいしょ。はい、そしたらこれね、袋ごと全体的に優しく転がしながら、お塩、鶏ガラスープの素、はい、ニンニクごま油をミニトマトの表面に絡めてください。あんまり力いっぱいやるとトマト潰れるんで気をつけてくださいね。はい、こんな感じ。はい、そしたらこの袋の空気をできるだけ抜いてください。そして口をくるくるっと閉じていただいて、この状態で冷蔵庫で最低3時間、できたら一晩ほど漬け込み味をなじませます。もうたったそれだけでね、ガチでやばい悪魔のミニトマト漬け完成しちゃうんで、じゃあこのまんま冷やしときましょう。はいよー、今ね、3時間ほど冷蔵庫でしっかりつけてなじませました。そしたら再び全体的にフリフリして、このにじみ出たタレを絡めてください。はい、これで完成。このままね、保存容器などに移し替え、冷蔵庫で保存しておくと、3日から5日ぐらいは日持ちするので、作り置きにもおすすめ。そしてこれがね、ガチでやばいんで、早速食べちゃおう。はい、完成しました。無限ミニトマトのうま塩漬け。マジでこれがね、トマトの爽やかな酸味と甘みに噛み締めるとじゅわっと中から広がる美味しさがやばい絶品のミニトマトレシピなんで、マジで作ってみてください。それでは、キュームポーチャだけ。うますぎる。マジでこれミニトマトを皮ごとね、丸ごと漬け込んであるので、口の中で噛み締めるとね、皮がプチッと弾けて、中からこのトマトの甘酸っぱい感じと、しっかりね、漬け込んだ旨味の効いた塩味が、ジュワーっと広がってきて、ガチでやばい。ほんとこれ無限に食べれる。うまっ。いや、トマトが好きな方でしたら、絶対に気に入ると思うんで、マジで作ってみてください。もうトマト嫌いな方でもいけるかも。このごま油の風味やニンニクの香り、そこにね、鶏ガラスープの素で旨味を効かせたいい感じの塩漬けなんで、これマジでね、後引く美味しさで箸止まらんやつ。ちょっと5つだけにしようと思ったけど少なかったかな。
ほんとね、溢れ出してくる美味しさがガチでやばくて、これ完全に飲めるやつ。はい、ということで、今日も乾杯。めっちゃビールに合うやん。たまらん。この程よい塩加減がミニトマト本来の甘みも引き立て、旨味が効いてるんでやばすぎる。あかん、めっちゃビール進むわ。ほんとね、ミニトマトって結構数入ってるんで、パクパクつまみやすく、今回のね、このうま塩漬け、作り置きもできるんでめっちゃおすすめ。お弁当とかにもね、いいかもしれへん。塩漬けにしてるんでね、傷みにくくなってますし、この溢れ出してくる美味しさがガチでやばい。うまっ。今回はミニトマト1パックを使って作ったんですけど、だいたいね、ミニトマト1パック、ヘタ取り除いたら 200g ぐらいあると思いますので、今回の分量でぜひ作ってみてください。一応ね、塩分濃度が 3% ぐらいになるように、お塩と鶏ガラスープの素のバランスをとってるんで、もしね、ミニトマトの量が増えたりすると、重さ測っていただいて、3% の濃度になるぐらいに、お塩と鶏ガラスープをね、いい感じに用意していただいたら問題ないです。今回ね、お塩が小さじ3分の2で、鶏ガラスープの素が小さじ1ぐらい。これでね、塩分濃度 3% ぐらいになるんで、鶏ガラスープのね、裏の成分表に塩分濃度とか塩分の割合書いてると思うんで、そこを参考にしながらね、お塩とのバランスを整えて、漬け込んじゃって、それだけでマジでやばい。最高。うますぎ。